にゃおー、光工房の猫のにゃんです。今日はね、デザインフェスタに着ぐるみで初出店したら周りにどんな反応されるということで、5月22日日曜日にデザインフェスタに初出店してきた時の発見について語っていきます。デザインフェスタに行ったことがない方やデザインフェスタにまだ出店したことがない方、そして獣着ぐるみをデザインフェスタで出してみたいという方に向けて、デザインフェスタがどんな場所か、着ぐるみを出すには着ぐるみを出すとどんな反応されるなどをね、語っていこうと思います。まずね、デザインフェスタとは何ぞやということについて語っていきます。デザインフェスタはオリジナルであれば無審査でどなたでも参加できるアートイベントです。東京ビッグサイトで年2から3回開催されています。出展物としては本当にいろいろで、楽器演奏からパフォーマンスだったりとか、あとはライブペイントとか絵を販売してる人とか、グッズとかアクセサリーとか売ってる人とか、もう本当にね、幅広い分野で活動してる方がね、いろいろ集まってるっていう感じですね。で、今回のデザインフェスタは土日の2日間開催で、私は日曜日だけ参加してました。で、今回はね、3D プリントしたヘッドシェルの展示と、あと制作本の販売、あと YouTube に投稿してる、動画の配信みたいなのをね、iPad でやってました。で、時々僕の着ぐるみの姿でもね、ブースに出たりとかしてました。本当にね、デザインフェスタっていろんなアーティストの方が来られるので、クリエイティブな刺激が欲しいみたいな人にはね、すごいおすすめのイベントなので、ぜひ行ってみてください。で、今回デザインフェスタに出展するにあたって、事前準備はね、正直そんなに実はしてなくて、で、ケムテッドとか JMF のディーラーズルームで展示したものとほとんど同じ内容で展示してます。で、その過去の展示と比べてちょっと違う点があって、その動画と着ぐるみのボディの展示が増えたってこと。あとはニャンの着ぐるみを着た状態で出展をしたってことなんですよね。で、デザインフェスタでは重機の貸し出しとかもやっていて、今回は椅子と机とマネキンを借りました。大体2万円、3万円ぐらいかな、それで。結構します。で、マネキン借りたら、着ぐるみのボディの展示ができたので、これは結構高かったけど、借りてよかったなっていう感じです。でもね、それでもケモテットとかディーラーズルームとはね、全然やっぱ周りの反応が違っててね、そう、僕がね、着ぐるみの姿で出たっていうのがね、本当にやっぱ徹底的に印象をね、変えたなっていう感じがしました。今回ね、私がブースにいる時は、半分ぐらいの時間は着ぐるみのヘッドをかぶった状態でいたんですね。で、着ぐるみの姿って一般の方にはね、すごいやっぱ新鮮っていうか、目立つんですよね、着ぐるみの姿って。やっぱ手振ってくれる人がいっぱいいたし、着ぐるみっていうことで声をかけてくれる人もね、たくさんいましたし、あとはね、お子さん連れの方ともね、こうタッチとかやったりとかね、すごい楽しかったです。いろいろね、交流できて。で、あとデザインフェスタにはね、普段コスプレをしてる方とか、衣装を制作してる方、あと立体造形をやってる方など、着ぐるみにね、近い造形をしてるようなね、方がね、たくさんいらっしゃるんですね。で、その方々に、着ぐるみと 3D プリンターと VTuber3 つやってますっていうのでね、目に留めてもらえたっていうのがね、すごいでかいなと思いました。で、他にもね、結構、例えば配信者の方にもね、声かけていただいたりとかしてて、以前配信やってましたっていう人とか、VTuber やってるっていうので、それで興味を持ってもらえるっていう人がね、結構いっぱいいて、VTuber の人って普段ね、表で活動しないじゃない？リアルでは。だけど僕って 2.5 次元だから、着ぐるみの姿でも活動できるから VTuber やりながらこういうイベントとかにもね姿出せるのね。だからその VTuber やってますってその場で言えるのってすごい一般の人からは新鮮に見えるみたい。普通 VTuber ってこう表に出て活動しないからさ。だから VTuber やってますのでそれだけでも興味持ってもらえたっていうので、実はリアルで動ける VTuber ってめちゃめちゃ強いんだなっていうのを改めて感じましたし、なんか VTuber っていう存在が一般の人からはなんかすごいものっていう風に認知されてるんだなっていうのがあって、なんかこの肩書きうまく使ったらすごい強いんじゃないって最近思い始めました。あとね、今回のデザインフェスタはね、今までやってきたことがね、その VTuber 以外にもね、ほんと全部に役に立ってて、例えばね、着ぐるみ持ってて DJ できるっていうことで、なんかクラブイベントとかどうすかみたいな話がね、僕のブースに遊びに来た人とできたりとか、あとね、着ぐるみ着て動いてたらね、こう着ぐるみの管理みたいなのやってる会社の人とね、いろいろお話できたりとかもしましたし、あと 3D プリンターで作った頭をね、展示してたら、コスプレやってる人から声かけてもらえたりとか、その 3D プリンターで作った頭って、やっぱいろんな人からはこんなのあるんだってこう思ってもらえるみたいで、やっぱり今のそういう造形とかやってる人ってみんなやっぱ 3D プリンターのこと気になってはいるみたいなんだけど、なかなかその実際に作ったものを見れる機会っていうのはそんなにないみたいで、
でそういうのをねこう展示したら、あ、こんなのあるんだとか、あ、これ使ったら簡単に着ぐるみ作れるんだみたいなことをね言ってもらえて、それはすごい嬉しかったですね。あとはその美少女着ぐるみ系の人からもねこう声かけてもらった時に、僕娘さんの方もやってるんですよっていうのお話がねできたりとかもして、あとねラバーウェアをね今回インナーとして着ていたんですけど、そのことをねお話できたりとかね。あとはそのブースに今回もポートフォリオを置いといたら、そこでいろいろいろんな活動されてるんですねってやっぱり言ってもらえたりとか、本当にね、音楽から DJ から着ぐるみから絵から何から何までね、今まで自分でこうやってきたことがね全部役に立ってるっていうか、いろんな分野でこうクリエイティブなことやってる人が集まってるから、そのいろんな分野のどの人とも話せるっていうのがめちゃめちゃでかいなっていうふうに今回思いました。だからね、今まで自分のことってすごい器用貧乏だなってずっと思ってて、なんかもっと特化してる人の方が羨ましかったんですよね今まで。なんだけど今そのいろんなことできるっていうのが逆にいろんな人と共感できるっていう強みになってるんですよ。一個のことできる人ってそのことをアピールしていくしかないけど、僕っていろんなことができるから、あ、この分野のことも知ってるし、あ、この分野も知ってるしみたいな、そのいろんな同業者さんとお話ができるんですね。っていうのもあるし、あと誰にもね真似できない複数分野の掛け合わせっていうのがいろんなことでパターンでできるんですよ。そうだからいろんな分野のいろんな人から注目して、そういろんな人とコラボレーションできるっていう最高のね立ち回りがねできたっていうのがね今回一番大きな発見だったなっていう感じです。やっぱりねその僕みたいに器用貧乏っていうかいろんなことをやってるっていうタイプの人はうまく掛け合わせをしていろんな人にアプローチする場所で戦っていくといいんじゃないかなというふうに思いました。で Twitter とかの SNS ってどちらかというとこう一元に立てた人とか世界観作り込んだ人がバズるっていう印象があるんですけど、私みたいに複数分野バーッとできるタイプの人ってデザフェスとかってめちゃめちゃ向いてるなと思って、いろんな人に見てもらえる場所でたくさんの人に注目してもらえるんですよ。僕みたいにVTuber と着ぐるみと 3D プリンターみたいな異色の組み合わせだとね、いろんな人になんだここっていう風に注目してもらえて、そっからいろんな分野の人とコラボしたりとかつながりをこう作れたりとかっていう活路がね見えたのが本当に嬉しくて、いろんなことやっててよかったなって思える瞬間がねやっぱりありました。でやっぱあと今回からはその僕着ぐるみの姿でも喋るようにしてて、それが結構いろんな人からは新鮮に見えるっていうのがね発見でしたね。多くの人って着ぐるみってそもそも喋らないものだと思ってるみたいで、私も以前はキャラクターの姿、僕の着ぐるみの姿では喋らないようにしてたんですよ。なんかイメージとか壊さないかなっていうのもありましたし、だけどその僕 VTuber 始めてからはもう全然自分の声で喋ることに抵抗がなくなったんですよね。だからその着ぐるみの姿でもバンバンね喋っていくようになりました。でそしたらもう本当にね今までとは比べ物にならないぐらいコミュニケーションの幅が広がって、で着ぐるみって動きだけでやっぱ感情を表現するんだから面白いんだっていうのはもちろんあるんですけれども、やっぱそこに声が加わるとね表現の幅がね段違いっていうかすごい広がるっていうかさ、その普段から僕イリアムとかでも配信しているから、そのにゃお光工房の猫のにゃんです、普段はね着ぐるみ作ったり音楽作ったりいろんなもの作って遊んでますとか、そういうね挨拶とかもめちゃめちゃ慣れて話せるからさ、そういうのがねすごい役に立ったっていう感じ。そうね、最初ね私はね着ぐるみが喋ってるところ見るとちょっと慣れないなって思うところもあったんですけど、なんかそこはねその場のコミュニケーションとか一回相手に自分の話聞いてもらえてるなってなったら、もうそっからはねトークで割とどうにかなる。だからコミュニケーションの取り方でいくらでもカバーできるなって実際やってみて思いました。もうっていうね発見ができただけでも今回のデザインフェストはねめちゃめちゃ収穫があったし楽しかったし良かったですね。もちろんそういういいことばかりではなくて、今回の出展の反省点もねいくつかあって、一つはね着替え場所考慮してなかったってことで、デザインフェスタはね基本的に着替え場所はありません。で今回はキャラのインナーとして着るラバーウェアね、来る途中で着替えてきて、でヘッドはねその場の自分のブースで脱ぎ着してたんですよね。だからこうかがんで隠れながら脱ぎ着してたんですけど、普通に見えるし、あんま見た目が良くないっていうのがあったので、やっぱ着ぐるみでさ脱ぎ着の瞬間って見られたくないのよ、基本的にはね。っていうのがあったから、次回はねブースにフレームを組んで布でこう囲んでね開閉できるようにして簡易更衣室みたいに
簡易更衣室兼こうなんか屋台みたいにするか、もしくはもうワンツーサイズ大きいブースにするとレンタルの更衣室が置けるんですよ。よく服のお店で置いてあるようなボックス型円型のその更衣室みたいなのが借りられるのね、デザインフェスタって。でもそれを借りちゃって置くかの2択かなというふうに思いました。で2つ目はね、ヘッドが間に合わなかったってことですね。今僕2、3個ぐらい同時並行でヘッドをね作ってるんですけど、それがねちょっと間に合わなくて展示できなかったです。サボってる僕も悪かったんですけどね、APEX とかやって。できればね 3D プリンターで作ったヘッドのサンプルも、ね、展示はしたかったです。で3つ目にはね、体力的にきつくてねちょっとね早めに撤収しちゃったこと。5時ぐらいかな。寝不足でねマジできつかったっていうのもあるし、ラバーのインナーがね結構きつめなサイズで割と体中あちこち痛かったんですよね。だからもうちょっと長時間着れるサイズのラバーウェアのインナーとか、スリーブだけとかね、腕とかだけ今回は別に隠せればよかったから、なんかそういうのを用意してもよかったなというふうに思いました。みんなはねちゃんと体調管理してくださいねということで、次回はね2日間両日参加もしてみたいし、もっとね広いブースとかだといろんなことできそうだなっていうのが思ったので、もちろん広い分ねいろいろ用意しなきゃいけないんで、大変っちゃ大変なんですけどね、複数人巻き込んでなんかいろいろなコラボみたいなこともねやってみたいなというふうに思いました。もうそういういろんなことをねやる場所としてはデザインフェスタってめちゃめちゃ面白い場所だなって出店して初めてやっぱ感じたので、全然ね行く側と出店する側ではね感じ方が違うなというふうに思って、本当すごいいろんな発見があったので、結構高い参加費だったんですけど、本当にこれ払う価値あったなというふうに参加して思いました。というわけでね、今回はねデザインフェスに行った時の感想についてお話ししました。もしね興味持ってもらえたらチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。以上、光工房の猫のにゃんでした。バイニャン。